どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はですね、この iPhone 16 Pro Max、僕のね、iPhone の中身をね、皆さんにご紹介できればなというふうに思っております。もうですね、2025年も始まって1月も後半になってね、この動画が出てる頃には2月ぐらいになってるかもしれないんですけれども、僕ですね、この年末年始とか、去年とかでね、かなりiPhone の中身をめちゃくちゃ整理して、で、それがスッキリとしたことによって、めちゃめちゃ生産性も上がったし、自分のね、やるべきこととか、自分がやっていることとか、あとは今後の目標であったりとか、そういったものがすごく整理されてきたんですよね。で、これがね、意外とね、もう本当にやってよかったと思っていて、本当にね、パフォーマンスが上がって、自分の仕事の効率化であったりとか、僕たちのね、この YouTube チャンネルも今爆伸びしてると思うんですけど、それらも全てね、しっかりとツールを使ってシステム化していたりとか、本当にね、たくさん頑張ったことがあるので、なので僕のクリエイティブにね、関わる部分全てをね、紹介したりとか、あとはね、普通に便利なアプリとか、僕はこういう風に iPhone を活用していますよっていうようなね、そういったところ全てをね、もう出し惜しみなく全部公開できればなという風に思っております。なのでね、皆さんの生活スタイルとか、仕事とか趣味とかのパフォーマンスがね、上がればいいなと、嬉しいなと、そういった役に立てればいいなという風に思っておりますので、ぜひですね、いいねとかグッドボタンで保存して見ていただければ嬉しいなと思っております。ということで、それではね、早速見ていきましょう。まずね、僕のホーム画面はこんな感じとなってまして、はい、こんな感じの画面になっています。基本的にね、カスタムはゴリゴリしてるわけではなくてですね、ホーム画面、壁紙はね、もう僕結構デフォルトのものを使うのが好きなので、こんな感じで、だいたいね、この事務所にいるときは、ここのね、オフィスのこのホームポットですね、これがずっと鳴ってるので、どのね、Apple 製品からでもすぐにアクセスができるんですけど、このホームポットの曲をこっからね、変えたりすることができると。若干ね、iPad 見えてると思うんですけど、これがね、連動して、はい、実際にね、繋がって、どこからでも操作できるというようなことになっております。で、僕はね、結構ウィジェットは活用しておりまして、こういう、PayPay のね、ものをすぐにね、出せるようにしたりとか、あと各ね、僕の端末のバッテリー画面にいるようにしてて、これらのやり方としては、ホームボタン長押しして、編集、ウィジェットを追加っていうので、こういったね、ウィジェットっていうものを追加することができるという風になっております。で、僕はね、結構ブラックアイコンになってると思うんですが、これも編集からここですね、カスタマイズで、これでライト、ダークとか選ぶことができますと。で、自動もできたりするし、色合い調整をすれば、これがね、グリーンとかに、ね、なると。ただ僕はダークが好きやし、これ大にすると、この、わかるかな、アイコンの名前が見えなくなります。ただ、これは僕不便なので、これは僕は小にして、ダークにしてるというような形になっておりますね。そもそもね、iPhone の設定とか使い方の紹介という動画はね、別で出していますので、ぜひね、よかったらこちらもね、チェックしてみてください。もう使い方とか、この辺のね、操作感っていうのはもう全部ここでね、わかるんじゃないかなというふうに思います。はい。それではですね、実際にここからもうアプリですね、もう僕がね、本当に普段から愛用していて、もうなくてはならないね、愛用アプリたちをね、ご紹介できればなというふうに思っております。まずですね、この第一ホームのキャンバですよね。このキャンバ、マジでこれはね、もう本当にお勧めしたい。iPhone でそこまでね、いじるっていうことはなくて、PC とかタブレットでいじるんですが、こういう風に作ることができますと。で、レイヤーごとにね、見ることができて、テロップを変えたりとか、位置をね、ずらしたりとかが iPhone でもね、調節できるようになるという風になってます。で、それをもとに、ちょっと違うパターンで作ってみたりとか、で、キャンバがね、おすすめな理由としては、こういう風にもうギャラリーとして見ることができるので、これをね、並び替えすることもできたりしますので、YouTube 上で配置がどういう風になるのかっていうのをね、予測したりすることもできたりします。で、実際のね、細かなね、このニュアンスっていうのは PC で編集をして、で、書き出しとか、ちょっとここら辺変えた方がいいなっていうのは、もうこの iOS でやってるみたいな形になるので、このキャンバはね、本当に僕結構一押ししたいです。マジで使いやすい。で、他にもね、こういった YouTube のね、サムネイルっていう風に検索すると、こんな感じでね、ちょっとテンプレートっていうものをかなり出してくれます。日本っぽいものから海外っぽいものとか、よく見る形ですよね。こういうね、ところからちょっと探して、で、それを選択して、自分なりに変えていくと。そういうことができるので、もうサムネを作ったことがない方とか、サムネの仕事をもらってるような方とかは、もうデザインはマジでキャンバ一択であれば、マジで問題ないかなというふうに思うし、これ自体がクラウドでできるので、PC とかタブレットとかどこでもやっても、その場所からね、引き継ぐことができたりとか、友達とかね、チームメンバーと一緒に共同編集することもできたりするので、サムネとかデザイン、プレゼンテーション系はもう僕は全部全てキャンバで完了して、キャンバで作っております。それぐらいもうめちゃくちゃいい。ちなみに僕はね、有料プランでキャンバプロというものを使っているので、テンプレートとか素材とかマテリアルとかね、そういったものがたくさん使えるという風になってます。これもマジでおすすめ。はい。で、続いてがですね、Notion でございます。はい。こちらの Notion なんですけれども、今回ですね、ちょっと Notion さんのね、PR というか、スポンサーを含める動画にはなるんですけれども、僕散々言ってますよね。この
の Notion はマジで使った方がいいと。もう僕かれこれ3年ぐらいは IO のヘビーユーザーになるんですけれども、ちょっとこれマジで絶対使った方が良くて、ちょっと紹介させてください。Notion こんな感じのものになってまして、ちょっと僕のね、ダイアリートゥードゥであったりとか、買うものリスト、YouTube スケジュールとか、自分なりのこう、ページを作ってるんですよね。で、ちょっとね、こう、スクロール長かったり見にくいなと思うかもしれないんですが、iPhone でも見れるんですけど、タブレットとか PC とかで見るのが、一応ね、最適ではあるかなというふうに思います。このような形で、同じね、表示、内容だとしてもね、結構表示領域にね、差が出てきたりしますので、僕はね、どっちかっていうと、このタブレットというか、こっち側で見てあげるのが、結構理想的というか、そういうようなホーム画面を作ってます。こういったホーム画面も自分で理想のものをね、実際に作ることができて、この辺僕が撮った写真とか、このヘッダーも僕が撮った写真で、こんな感じでもうめっちゃ自由にね、作ることができますと。で、この iOS だとね、このカレンダーの中身が見えないんですが、パソコンとかタブレットであれば、ここら辺の、これ YouTube のね、投稿スケジュールなんですけど、今後出す動画がね、こんな感じで並んでたりとか、過去に出した動画もここら辺でスケジュールしてるので、これに沿って、僕はね、準備をしているという風なものになったりしております。そもそもね、Notion の使い方とか、僕がどういう風にね、このホームページ設計をね、してるのかっていうのはね、この動画で過去にね、紹介してるので、よかったら見てもらいたいんですけれども、今回特にね、紹介したいものが、ちょっと僕今年に入って作ったものがですね、これですね、ビジョンボード 2025with Goals っていうね、ものを作りました。これがビジョンボードというようなもので、今年ね、やりたいこととか、今年の目標をここにね、ちょっとまとめたようなものになっております。この一番上が会社とか自分のキャリアに対する目標で、ここが YouTube ですよね。僕の YouTube チャンネルもめちゃくちゃ本気でやってるこの YouTube チャンネルを、目標をね、作っていたりとか、あとはもう個人のね、もうほんと僕個人の人間ドックの受診とか、週3回トレーニングとか、僕のめちゃめちゃパーソナル部分のとか、あるし、あとは金融関係ですね。やっぱりこうお金って重要だったりするので、そこら辺の目標とか、自分なりのポリシーとかね、そういったものをまとめてますと。で、あと今年行きたいところとかも結構あるので、この辺は絶対行きたいなと、2025年のうちに行きたいなっていうのをリストアップしたりとか、で、あとはちょっとね、この有名人のね、言葉とかをちょっとメモってたりとか、こういったものが、簡単にね、作れるっていうだけじゃなくて、これらをクリアしたらもうこの辺 ToDo で、消していくことができます。クリアチェックをつけていって、これできたよっていうのができて、最後2025年の終わりにどこまでできたかなというふうなことを見直すと。それがね、ちょっとこう僕の毎年のね、日課だったりはするんですけど、こういったものが簡単にね、作れるというふうなものになっております。で、実際にね、このページとかも僕テンプレートを使っておりまして、こう Notion でテンプレートっていうものをね、ダウンロードすることによって、もうサクッとね、それをこう自分なりにカスタマイズをして、サクッと編集をして、それらをね、管理することができるんですよね。こういったものをね、作っていたりもするし、あとはですね、僕映像のね、制作のお仕事をよくするので、制作プロジェクト系もね、ここら辺にまとめておりますと。最近ちょっとドバイに行ってきたので、ドバイのものとか、韓国のチェジュの撮影のこととか、ちょっと前にね、富士フィルムさんとのお仕事で、こう、サーファーの方の撮影をしたんですけど、それらの、まとめたプロジェクト内容のね、こととか、ナレーションとかロケーションとか、ストーリーボードとか、その辺をこう、細かくね、ここら辺に配置して、すぐにね、可視化できる、過去のものをアクセスしたり、新しく作るときに、この辺をね、いじることで簡単にね、できるとか、そういったことができるようなものになっていたりしています。で、実際にね、ちょっと Mac とかの方がね、見やすいと思うので紹介すると、こういう風な画面になってて、やっぱりこの方が見やすいですよね。で、Notion のね、本当にできることってマジで無限であって、こういった僕のね、会社のやることを、こう、仕事を自分の仕事としてやること、で、プライベートのものとか、で、そこから細分化して何をしていきたいかとか、どういったことを今やっているのかっていうのがすぐ見えたりするし、で、そのページをね、たくさん作っていくことができるという風になっています。例えばね、僕が運営していたオンラインコミュニティワンブルームのポッドキャストリストとかがあって、ここからね、さらにこう、実際のページに行って、その中に何を話していくかっていうのがメモられていたりとかね、そういったものを一覧でね、見ることもできたりするという風なものになっていたりとかで、もう本当に何でもね、ここにね、入れておけば、全て自分のね、やっていることとかが並行してわかるという風になっています。で、そもそも Notion のね、めちゃくちゃ素晴らしいところっていうのがデータベースなんですよ。このデータベースっていう、ちょっと難しいんやけど、自分なりにデータベースっていうね、仕組みみたいなものを作ってあげれば、マジで管理がしやすくて、そもそもワークスペース自体は僕のものなんですけど、他のね、僕の YouTube のチームメンバーもここにアクセスをして、共通で見るようにもしています。なのでこのスケジュールっていうのは僕以外の人も見れるようになっていて、でこの中に実際にね、どういう風な動画でどういうことをやっていくのかっていうのが全てここにね書かれております。最近ねちょっと動画出したと思うんですけど、東京のねカメラショップを紹介してる動画なんですけど、これらも全てナレーションの冒頭のねもののメモであったりとか、これはね僕が読む用のものとか、あとはそもそもね
ね、どういう流れで、どういう風なシーンでやっていくとか、そういったものが全て書かれております。で、インサートリスト、どういったものを取るべきなのかとか、制作に対するメモ、サムネはどういった感じでいくのかとか、あとはちょっとね、参考にさせていただいた動画とか、結構いろいろとあるという風になっています。このようにね、データベースというものを作ってしまえば、ここでね、ディレクターを誰にするかとか、他にもね、どういったね、動画になるのかっていうのをね、全て選んであげれば、この PR のものであれば PR ものだけをね、呼び出すこともできたりとかで、結構ね、本当に管理がしやすくなります。で、そしてですね、このね、Notion の新しい新機能ができまして、これがね、Notion Face というものができたんですよね。これをですね、自分好みの、てか自分の顔とかにね、していくことができるんですよね。ちょっとこんな感じでサクッと選ぶんですが、こういう風に、自分のね、アイコンみたいなものを簡単に作れるようになってます。で、これがね、本当にエグいね、パターンでこう作れるようになってるらしくて、これでもう保存してあげると、これをね、例えば、キアムービーみたいな、ちょっと全然違うけど、これで続けて、はい、ダウンロード。これ顔のみと背景ありとかできたりするんですけど、これ透明の背景にすると。で、これ許可でダウンロードしてあげると。で、Notion 側でですね、ここを僕ね、実際にこんな感じのホームのね、はい、アイコンね、こんな感じでもうちょっと反映させてるんですけど、こういう風に自分のね、アイコンを Notion の似顔絵のようなものを設定できると。で、これはね、もう本当に無制限でね、たくさん作ることができたりするので、このようにね、最近は新機能も追加されて、ちょっとね、より楽しくはなったかなと思います。で、僕がね、Notion をね、こう作るにあたって参考にしてるのが、Pinterest とかで Notion で検索すると、こういう風に、いろんな方の、ちょっとアイデアとかが見れたりするので、こういうところからホーム画面をね、作ったりしてるという風になってますね。で、Notion はね、このブラックカラーのね、ダークモードにもしたりすることができたりとか、僕みたいにこう仕事だけで使うんじゃなくて、もうプライベートのね、個人のもう好きな、例えば映画のウォッチリストとかだけで作るっていうこともできたりするので、本当にね、僕もこれだけたくさんのね、ことをまとめているぐらい、本当にめちゃくちゃ好きだったりするので、ぜひよかったらね、皆さんこの辺ね、ぜひ真似していただいて、このね、2025年をよりね、こう有意義に、なおかつ、こう正しくね、忘れることなく、一緒にね、こう目標をね、作れたら嬉しいなというふうに思っております。Notion のね、より詳しい僕のね、設計方法はこちらの動画でね、やってますので、よかったらこちらもチェックしていただければなというふうに思っております。はい、それではね、続いてアプリをどんどん紹介していきたいんですが、次はですね、これでですね、ブラックマジックカメラ。やっぱりこれはね、もうめちゃくちゃやっぱり必要ですよ。これ何かというと、動画をね、撮影できるアプリになるんですが、これただのね、動画の撮影アプリじゃなくて、こういう風に、シャッタースピードであったりとか、こう FPS、フレームレートとかね、あとレンズとかもね、こんな感じでチェンジさせたりとか、ISO のね、ISO 感度を上げたりとかね、下げたり、で、オーディオのね、マイクを選べたりとかね、そういう風なマニュアルでね、撮影ができるようなものになってます。これもね、たくさん紹介してきたのでね、もう皆さん分かってると思うんですけれども、やっぱりね、この動画を撮影するのであれば、このね、ブラックマジックカメラはね、マジで絶対必要なものになってますね。僕本当にね、めちゃくちゃ愛用してるんですけど、最近ね、長野県でね、スバルさんとのタイアップで雪国のね、撮影してきたかと思うんですけど、その時もこのね、ブラックマジックカメラで全部撮影をしました。実際の撮影画面はこんな感じで、こうマニュアルでね、撮ることによって、本当にね、しっかりと、映像制作として撮影することができます。で、撮影時にね、特殊な色がついてると思うんですけど、これはね、ラットと呼ばれる、写真でいうフィルターのようなものを被せながら撮ることができるんですよね。で、これをデータに焼き込むこともできるし、プレビューをさして、見ることもできるという風になってて、こういったラットがね、当てながら撮影できるっていうのが、このね、ブラックマジックカメラの魅力かなと思います。最近ね、僕、Apple ログ用のラットをね、実際販売したんですよね。で、それもね、めちゃくちゃありがたいことにね、たくさん売れていて、これを実際に僕はね、ここに取り入れて、このね、設定からこういう風にラットの選択で、自分のね、好みのものを選択してあげることによって、そのシーンに合った映像とか、あるいはそのシーンに合った編集ができるみたいな、この iPhone 専用のね、ラットっていうものを販売してますので、よかったらこっちも置いてもらいたいんですけど、このようなね、動画の撮影っていうのはこれで本格的にね、やってると。そうすることで高品質なね、映像が撮れますので、動画撮影をね、より詳しく、より本格的にやりたい方はぜひね、ブラックマジックカメラのね、解説の動画もよかったらチェックしてもらえたらと思います。で、これがね、少し難しい方向けに、このキノというアプリをおすすめしたいんですが、これもね、めちゃくちゃ良くて、これ普通にまたね、動画を撮影できるようなアプリなんですが、これラットがね、もうすでにインストールされてるようなラットを、こういう風に使うことができます。こんな感じ。で、このまま適用させてレックができると。はい。そうすることで、こんな感じで実際のね、今のこのシーンを撮ることができるんですが、こんな感じで撮った映像が今こんな感じにあるんですけど、これがね、もう実際にカメラロールに入っちゃっています。はい、こんな感じで焼き込まれた状態なんですよ。なので、ラットをつけた状態で保存できると。で、しかもこれね、ラットを後から変えることもできるんですよ。この同じね、動画素材に対してラットを後から変えて、さらに
保存することができたりするので、実際に過去に撮っていた映像をもう後からラットをかぶせて編集ができるみたいな、そういったことができる、よりこうラット色のね、いろんなこうフィルターを動画でも楽しめるみたいなものとしておすすめできるのがこのね、キノというアプリだったりするので、動画撮影をよりね、簡単に楽しくやりたい方はこれも結構おすすめかな。で、あと僕ね、このモニター&コントロール、これもね、めちゃくちゃ使ってて、今ね、この上に撮ってるカメラが FX3 というカメラで、ソニーのね、カメラであれば、はい、こういう風に簡単にね、すぐペアリングをね、することができて、これを遠隔で、自分でね、調節ができたりするんですよね。今ちょっと撮ってる上のね、映像がめっちゃ明るくなっちゃってると思うんですけど、こういう風に遠隔でレックを止めたりつけたりとかするようになったりとか、もちろんこれはこうしてあげれば、はい、横画面でね、見ることもできるので、結構ラグはね、あるかもしれないんですけれども、すごく便利に撮れています。で、実際にね、今 FX6 というカメラで撮ってるんですけど、そのね、下にタブレットを置いて、僕も見ながらね、撮影してるという風になるので、ソニーのカメラをね、お使いの方はマジで絶対入れておいた方がいい。モニター&コントロール。これサインインしなくてもね、使えるっていうのがね、僕は結構好きなんですけど、これも結構本当におすすめかな。ちなみにね、写真編集は僕、ライトルームでね、もうずーっとやってますね。これが一番ね、結局使いやすいです。こういう風にね、自分の編集してるものたちが見れるんですけど、結構僕サムネのね、編集でよく使ったりはするんですけど、こんな感じで撮ったね、写真に対して、明るさの調整とかコントラストとかハイライトの調整とか、本当にもう自由自在にね、何でもできるようなアプリになってます。で、他にもね、僕が販売してるプリセットとかもあるんですけど、こういったものをね、サクッと入れてあげるだけでかなりいい感じの色にね、仕上がったりしますので、こういう風にカラーフィルターみたいなものをサクッとね、使って反映して使うこともできるようなものになってますね。で、僕がね、やっぱりライトルームが好きな理由はマスクで、この辺のマスク、例えばこの写真にモデルさんとか自分が写ってたりすると、被写体選択をすれば、その被写体だけの明るさを変えたりもできるし、あとはこういう自然の写真であればね、この線形のものを使ってあげれば、これでこうちょっとね、ライトを足してあげれるような、で、こう色温度足してあげれば、ちょっと夕方のようなね、雰囲気を作ることができたり、コントラストがつけれたりみたいな、ちょっとこのグラデーションのね、ライトをつけたりするっていうのも、簡単にできたりしますので、写真編集はね、基本的に僕はね、もうずっとライトルームを使ってるという風になっています。このモバイル版だったらね、無料で使えるので、そこも結構いいところですよね。で、僕はですね、撮影したデータはここの Amazon フォトというところに入れております。ここでこんな感じで実際にね、もうアルバムを作って、この中に撮ったね、写真たちをたくさん放り込んでるという風になってるんですけど、こんな感じでそこのね、行った場所の思い出をここのね、Amazon フォトにもう全て入れてるという風になっています。で、この Amazon フォトのね、すごくいいところは無制限で写真をね、保存できると。で、クラウド上にアップするので、ここにアップしておけば、それをね、パソコンからダウンロードしたり、他の端末から見れたり、で、ここ自体をそのままね、アルバムのシェアができたりするので、このままね、友達にシェアして、LINE とかで画質が落とさずに、ここでね、ダウンロードのリンクを発行して、それを送ることもできたりするので、これはね、本当にめちゃくちゃ重宝しておりますね。一応、ちょっと劣化はあるものの、ロー写真もアップロードできたらしいので、それもできると思うので、本当にこう、バックアップ的なところでも使えると思いますので、これ Amazon フォトはマジでぜひ使ってほしいなと思います。はい。で、次がですね、めちゃくちゃね、僕が本当にね、結構一押しのものが、インスタグラマーさんにね、おすすめのものが、このアンフォールドというものになるんですけど、もうこれね、結構去年のね、ベストアプリなんですけど、これ何かというと、この計画というページに行くと、こういう風に僕のインスタグラムに紐づいて、投稿をね、表示してくれるんですよ。で、ここに追加で写真をね、載せることによって、要は投稿する前に全体のね、ギャラリーを確認できるみたいな、そんなね、アプリになってるんですよ。僕はね、これでも結構いろいろとインスタグラムのね、配置とか、こうデザインビジュアルっていうのは結構気にしながら投稿はしているので、全体のこうバランス感であったりとか、そういったものを事前に確認するという風なものになっています。これはちょっと有料課金が必要だった気がするんですが、でもね、これはね、マジで使いやすくて、本当におすすめしたいです。ただ最近ね、ちょっとインスタグラムが縦サイズのね、ものになっちゃったじゃないですか。なので気持ち、やっぱちょっとね、表示の全体のイメージ感は変わってはしまうんだけど、でもね、これも自分のアカウントに紐づいて見せてくれるので、そこからこう自分がね、投稿したものにプラス1個新しいやつをこう検討するということができるので、結構ね、これもおすすめのアプリですね。はい。で、次がですね、このアプリ、OneSec っていうアプリで、これね、実際に僕ね、もうホーム画面から取り除いてるんですけど、これね、設定するとめちゃくちゃいいのがですね、例えばなんですけど、これインスタグラム開きます。はい。開くとですね、これ開かれて、で、そのまま、はい、こんな感じの画面が出るんですよ。深呼吸しましょう。みたいな感じで、もうその名前の通り、OneSec、SNS とか、特定のアプリを見るときに、ちょっと
待ちましょうと。一回深呼吸して、ほんまに見ますかみたいな、ちょっとこう SNS をね、見ることを遮断してくれるような、ストップさせてくれるようなアプリになっています。で、こっからインスタグラムに進めば、こういう風に、やっとね、こういう風に自分のインスタグラムをね、見ることができたりするんですけど、まあこれインスタグラムだけじゃなくて X とか YouTube とかでももちろんそうなんですが、もう自分がいっぱい見てしまうようなアプリに対して、こう一回ね、ストッパーをかけれる、そんなね、アプリになってます。で、また開くと、はい、こんな感じで戻ってきます。まあ今日僕もね、ちょっといろいろと見ようとしてしまったので、実際に今日ね、開こうとした回数18回。で、前回の仕様は何秒前みたいなことが出てくるし、このまま開きたくないをすれば、このままね、閉じて見ずにね、済むみたいな感じになったりするので、まあ結構 SNS をね、こう依存しちゃって、こう仕事にならないような方は、このワンセックっていうアプリね、まあもしよかったら使ってみてください。まあ無料で使えますし、これダウンロードするとすぐチュートリアル動画があって、まあショートカットとかをね、使ってやるんですが、まあ簡単にね、できるようになってますので、デジタルデトックスじゃないけど SNS をね、見るのを控えたい方にはおすすめかな。はい、ということで続いてがですね、まあ僕のね、本当にね、もう命とも言えるようなね、めちゃくちゃ大事なアプリがこのドロップボックスなんですけど、もうこれがね、マジでめちゃめちゃ大事です。これでね、まあいろんなこう、本当に大量のね、動画データとか、まあいろんなこう、プロジェクトのね、素材とかを管理していて、まあここの中で、まあいろんなね、こう、チームメンバーとも管理したりとか、またはね、税理士さんに送るような、自分の会社のね、重要な書類とか、そういったものをどの端末からでもアクセスできるように、もうこれね、今 iPhone の中から見てるんですけど、それらをね、こう管理するっていうのは PC でやっていて、で、急遽何かしらのね、書類とか必要になった時に、ここからね、ダウンロードして、これをそのまま送るとか、あとはね、ドロップボックス自体のファイルのこういう共有機能っていうのもあったりはするので、暗号化させて、例えばクライアントさんにチェック用にね、送ったりとか、自分たちのこう、大切な機密データっていうものをしっかりとね、ロックをかけて、誰かに共有するとか、まあそういったものはギガファイル便とか僕は絶対使わないんだけど、まあそういうようなものをこう、ちゃんとね、しっかりと管理するようなものになっております。で、まあプランにもよるんですけど、僕はね、2TB を契約していて、このファミリールームとかを使うと、これらをこう一緒にね、同じアカウントで入ることができたりするので、まあ、これでね、ドロップボックス上のものを、みんなでメンバーでね、管理して、そこからね、ダウンロードしたり、アップロードしたりっていうのが、スムーズにできるという風になっていて、で、Mac のね、ファインダーの中にドロップボックスのフォルダを追加することができるので、もうそこにドラッグ&ドロップで入れてあげれば、自動的にね、もうそれがクラウド上に上がるという風になって、で、それがね、各パソコンに入っていくみたいな、そういったシステムをね、作ったりしてますので、これはね、もう僕たちの大動脈というか、もうめちゃくちゃね、本当にデータのね、こうデータセンターみたいな感じで、使ってるような、すごくね、大事なアプリにはなっております。で、あとはこのキーパってやつですね。この Amazon とかで購入するときに、このキーパっていうものを使うとね、めちゃくちゃ良くて、これ PC 版とかもあって、僕はね、PC でよく使ったりはするんですけれども、このキーパの中から、例えばですね、何か購入をね、迷っているものがあるとするじゃないですか。例えばじゃあ iPhone とかね、調べて、まあ iPhone だとあんまりないから iPhone のガラスフィルムとかをね、買おうとしたときに、これで検索をするって、例えば2マスのね、ものが出てきて、これいいなと思っていたとするじゃないですか。これをね、より詳細に見るとですね、これいつね、値段の動きがあるのかっていうのを見ることができます。多分これタイムセールとかで300円ぐらい下がってるタイミングがあるんですよね。っていうのがどのタイミングで出てるのかみたいなのもわかるので、まあセールってなってるけれども、本当は最安値じゃないみたいな。2週間前のセールの方が安かった。じゃあ次のセールの方が安いんじゃないかみたいなことがある程度予測できるようなものになってますので、まあ Amazon でね、買い物される方は絶対このキーパーはね、使った方がいいです。はい。で、あとはですね、この ANA のマイレージのものですね。まあ僕はね、まあ ANA のマイルをね、たくさん貯めていて、まあ最近ちょっと使ったんでね、だいぶと減ってはいるんですが、まあ僕は結構もうマイルをガンガン使っておりますと。僕カードがね、アメックスのものを使っていて、ビジネス用とプライベート用両方ともアメックスのカードを使っていますと。で、もちろんマイルはね、分けることにもなってはくるんですけれども、このマイルを、まあ、変換できる、まあ、アメックスのアプリからマイルをね、変換をすることができて、ANA のマイルだと1ポイント1マイルになるんですよ。これが JAL だと1ポイント 0.5 マイルだったかなとかで、僕は ANA で貯めているんですよね。で、年間のね、マイルの移行のこう上限っていうのが決まってたりはするので、まあ、年間で何個でもね、できるわけじゃないんだけど、このマイルを貯めるとめちゃくちゃね、本当に素晴らしいですよ。マジでね、このクレカのね、この辺の関係はちゃんとやった方がいいのかなと僕は思うんですけど、ちょっとね、最近本当に年末にね、北海道に行ってきたんですけど、その時のね、航空券がこんな感じで取ることができました。これ2つ見比べていただきたいんですけれども、普通に取ると全く同じ時間で4万円ぐらいで購入することができます。それに対して僕はマイルを使ってるので、1万4000マイルを使うことによって1480円だけでこの航空券を買えています。全然違いますよね。もうめちゃくちゃ大きいですよね、これ。で、このね、1万4000マイルっていうのは、まあ実質1万4000ポイントになるので、何百万とかはカードを切らないと多分たまらないのかなっていうのはあるんだけれども、でもさ、これめちゃくちゃ大きいじゃないですか。で、マイルの魅力っていうのは1マイル1円じゃないんですよ。これ1万4000マイルを使って4万円以上のこう利用
料金に換算しているようなことがわかると思うので、なので実質1ポイント1円よりも得になると僕は考えてます。厳密にはね、この空港利用料とかは別のね、料金になるので、このね、1000何本とかがかかってくるし、海外旅行だとそこがもうちょっと大きくなるので、完全無料で購入することはできないんだけど、でもね、航空券代っていうのはね、かなり安くすることができるので、本当にね、このマイルっていうのは絶対にね、僕は使った方がいいんじゃないかなと思ってます。で、一つ注意ポイントとしては、今回ね、パートナーの方と行ったんですが、自分の本当に家族関係じゃないと、これはね、一緒に使うことができません。マイルというのは基本的にね。なので、お付き合いしている方とか、一緒に同僚の人とか、友達とかと一緒に自分のマイルを両方合算して使うみたいなことは一切できないんですよね。そこがね、マイルのね、本当にこう、ちょっと、惜しいなっていうところになるんですが、でもね、例えばこの旅行も本来8万円かかるところが、2人で4万円になるので、そう考えたらさ、だいぶ安く済むじゃないですか。っていうので、マイル、ぜひね、もし貯めていない方、使ったことがない方は、マジで、ね、使った方がいいんじゃないかなと僕は思っております。はい。で、最後にね、紹介したいのが、僕ね、結構最近海外旅行行ってたと思うんですけど、海外旅行ですごく使ってるのが、このクロックっていうね、アプリですね。これがね、僕は結構最近めっちゃ活用しておりまして、これね、もう海外の旅行とかツアーとかですごく大活躍できるようなアプリになってます。これ何かというと、eSIM とかツアーとかレンタカー、ホテルとか全てをここでね、予約できるようになってます。全然これは案件じゃないですよ。例えば僕ね、韓国にも去年4回ぐらい行ってたんですけど、これで eSIM の韓国っていうものを探せば、1日でね、最安100円とか、例えば10ギガ1800円とかで選択して、その10ギガを何日間分にしますか。だから3日行くんだったら7日でいいし、みたいなとか、そういう風に買うことができます。5ギガあれば十分だと思うので、7日間で使える5ギガ分を1034円で1人分買えますってなったらめっちゃ安いやん。っていう感じで、僕はね、一緒に行く人たちのものもね、一緒に買ってあげて、で、それを QR をアクティベートしてあげれば、もう向こうですぐにね、SIM カードを差し替えなくても、向こうで回線が使えますので、今時ね、Wi-Fi を借りるとかマジで絶対ないと思うんですけれども、でもね、物理 SIM をね、変えるとか、そんなことをしなくて済むので、このね、eSIM 絶対使った方がいいと思ってます。で、さらにね、自分が予約したものたちがここに入ってるんですけれども、ここで、要はアクティベートの QR とかを出せるので、もう全て予約をここで管理できるんですよ。いちいちメールとかに行ってね、見なくてもいけるので、アプリ上で全ての海外旅行で使ったものとかをここでまとまってるので、履歴としてね。なので僕はすごく便利ですね。で、実際にね、僕、プサンでね、ヨットボートのツアー行ったりとか、ドバイでもね、ヨット乗ったり、砂漠行ったりとか、ブルジュハリファ行ったりとか、それも、円換算のね、額でこう履歴に残ってるという感じですね。で、ツアーとかに関しても、これね、日本のね、アプリに見えて、これ全世界共通のもので、言語がこれ日本語で最適化されてるっていう感じになるんですね。なので、向こうであれば向こう側の、要はそのシステム上にちゃんとここに予約が入って、で、それがここに帰ってきて、ここで連絡も取れて、集合場所とか、何時に出ますよ、ホテルピックアップここに行きますよ、みたいなのが、ここに連絡が来るという風になってるので、本当に使いやすいし、別に日本のサービスじゃないので、世界的にね、かなり利用者の方が多いし、で、僕がね、すごく助かっていたのが、例えば何かしらのツアーに行きたいとするじゃないですか。このね、プサンのヘウンデというところにね、あるヨットのボートツアーに行ってきたんですけど、そこで口コミをね、見れますと。なので、この口コミとこの実際の写真とかを見ることができるので、本当にそれが自分がやりたいツアーなのかとか、口コミでね、いいのかどうかっていうのを判断することもできて、もちろんこのね、口コミっていうのは言語翻訳されてるので、海外の利用者たちの口コミにもなってくるんだけど、でもね、実際にその方がね、感想が分かったりすると思うんですけど、これはね、マジで口コミ見えるっていうのが、本当に僕はすごく素晴らしいと思います。海外旅行行く方は、ぜひね、このクロックかな、はい、ちょっと読み方未だに分からへんねんけど、これもね、ぜひね、インストールして使っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということでね、今回いかがだったでしょうか。この iPhone 16 Pro Max のね、僕の中身っていうものをね、ざっくりとね、ご紹介をさせていただきました。結構本当にこう実用的で、なおかつ使えるアプリがね、たくさんあったんじゃないかなというふうに僕は思っていますが、皆さんいかがだったでしょうか。で、今回ね、スポンサーをしてくださってる Notion のね、ぜひアプリもね、使ってみてください。で、これアプリはあるものの PC とかタブレットとか全てに連携してクラウド上で動くので、実際に自分が編集したことが、PC でそのまま引き継ぐこともできたりとかね、本当にね、Notion はもうめちゃくちゃ便利なね、タスク管理ツールって言えばいいのかな。めちゃくちゃ素晴らしい革新的なね、ツールになってますので、まだもし使ってない方がいたらね、ぜひ使っていただければなというふうに思っております。ということで、今回ね、僕が紹介させていただいたアプリとか iPhone のね、ホーム画面とかをもし参考になったら、一緒にね、2025年をね、よりこう豊かな、より良いものとしてね、今年もね、一緒に頑張っていけたらすごく嬉しいなというふうに思っております。ということで、この動画がね、役に立ったよ、良かったよっていう方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。後からでも見返せるように
iPhone をね、機種変更した時にも見返せるように、グッドボタンでね、保存だけでもしといてくれたらすごく嬉しいなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。